はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではお羊座さんの4月5月6月3ヶ月分をまずタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月全体ですからね、これははい、ペンタクスナイト、ソード5、ソード9、死神の逆とソード6の逆と女帝とソードキング逆、ソードのクイーン逆ですね。気をつけることはワンドの4逆とマジシャン逆とオラクルはソードナイトです。もうやっぱりお羊座さんらしいというか、走ってるって感じですね。もう止められない、行く、走るみたいな、非常に、忙しい3ヶ月になると思います。はい、ちょっと一つずつ見ていきますが、やはりね、この4月9日ってお羊座で起こる日食なので、誕生日にね4月迎えてる方も多いでしょうし、すごくいい節目ですね。これはもう現状のところでも死神の逆ということで、もう再生する、何かが終わって新しくなるよっていうふうに出てるんですね。ですので、もしここまでの間でご自身がちょっと思い悩むことがあったり、やっちゃったなみたいなね、後悔とか、それ何かモヤモヤすることがあったとしても、もうそんなの全部吹き飛んでいくっていうぐらい新しい流れがありますので、全然気にしないでください。むしろこの3ヶ月で自分は何を成し遂げたいのか、何が欲しいのかっていうことをしっかりとご自身で考えておいてほしいというか、イメージを沸かしておいてほしいなっていうふうに思います。ただ流れに乗ってね、わーって言ってももちろん楽しいし、得るものもたくさんあると思うんですけど、これまでやってきた自分自身を踏まえて何かを終えて新しくしていくっていうのがすごく出てますし、それができる時ですし、ちょっと意識してそっちの方向に意識しとけばそうなるので、何を得たいのかっていうのはやっぱりしっかりと持っててほしいですね。そして4月っていうのは実際やっぱりこの日食の時っていうのはものすごくいろんなことがね
なんか動き出すっていう感じなので、その自分が今この流れに乗ってるっていうふうにあんまり思えないかもしれません。ここでソードの6の逆が出てるので、本来だったらもっといろんなことやりたいのに、何かこう別の用事で別の用事で足止めをされてるように感じたり、その自分がやっていきたいことっていうのはすごく大きなことだから、それを作っていくのに時間がかかるって思ったり、思うように自分が動けてないみたいな風に思うかもしれませんね。もしくはどこか何か別の用事に別の用事でこう自分のエネルギーをそっちに向けているかですね。また出たまた出ました、死神の逆。もうどれだけ再生なんでしょうね。どれだけ新しいエネルギーなんでしょうね。これはもう復活みたいなエネルギーもありますし、再生ですからね。何かが終えて新しい時代が始まるよって、それは自分の中であることですから、お羊座の皆さんの中で本当に生活習慣を改めてこういうふうにするぞって決めるのもいいし、何か体自身も変わっていくような感じがありますし、仕事に対しての考えだったり、とにかく体もだし考えもだし、流れっていうのが本当に新しくいってるんだけど、まだ自分がものすごくそれを進んでいるようには感じないかもしれないっていうところです。そっか、壊したり何か本当にこれでいいのかなっていう戸惑いですね。これは人ってやっぱ変わる時にね、何か動くので、状況が動くので、そのことに対してすごく欲しいものやなんか頑張りたいことあるけど、それを頑張ることによって何かの不具合があるんじゃないかとか、こっちのことはどうしようみたいなちょっとした心配事がある、変化に伴うこう波の荒れみたいなものを感じるのかなって思いましたね。まあ4月っていうのはこう自分自身に光がすごく当たってる時なのでね、そういった不安もあるんだなって思いながら、でも今とにかく自分にはオールマイティー扉は開かれているっていうふうに思っておいてください、4月ね。そしてただただ目の前のことを必死でというか一生懸命やってみてください。きっかり扉が開くと思いますのでこの時ね。でまた4月の5日以降っていうのは金星もねお羊座に入ってくるので、とても豊かな感じです。自分自身に優しくなれたり、なんか自分が嬉しくなったり、ちょっと綺麗になったり、社交性がアップしたり、こう喜びを感じられる自分になっていくっていうのが4月の流れです。だからその中で変わっていくことに対するちょっとした抵抗があるんだなって感じですね、これは。そして5月なんですが、5月はとっても豊かですね。5月ってものすごく実は金運がいい時なんですね。でも金運って別にお金を稼ぐことだけじゃなくて、自分にはこれだけの価値があるっていうことをご自身が感じられる時なんです実際に新しい流れになっていって、5月に何か新しいことを手がけて、仕事でも何でも、そしてそれがすごくうまくいってるっていうこともありますし、なんかできないと思ってたことができるとかもそうですし、とても自分の感覚っていうものが超えますね。いい意味で豊かさをすごく感じるような気がします。でもし今まで全然お金のことに無頓着で何にも貯金もしてこなかったし好きに使ってましたっていう方は、この5月を機にそういったことも改めてきちんと収支を見直したり、借金とかそういう借りてるものっていうのもこうやったら返せるんだってなったり、すごくお金に対して真面目に向き合う感じですね。自分の労力や能力っていうのをダダ漏れにしないっていう感じでしょうか。きちんと管理して価値あるものに使っていくっていう流れになります。でとっても豊かです。心がほかほかしてる感じちょっと見てみます。エンプレスっていうのは本当にね、そういうもういかにも豊かなっていう感じですし、星で見てもとっても金運があるとか、自分の感覚が超えてる、喜びをマックス感じられる自分がいるみたいな感じなので、先ほどね冒頭にも言ったようにすごくバイタリティも上がってるので、おそらく自分がやりたい方向、この3ヶ月で何かをこう求めてるっていう、その求めてる方向に対して具体的な策を練ってると思うんですよ。でそれが進んでるという体感があると思います。ここは必死で頑張ってほしいですね。はい、ワンドの6っていうことでまだ皆さんになんか見てみてすごいでしょっていう必要はなく、でもここでもワールド運命の輪っていうのが出てるので、まさにそのタイミングだって感じですね。
運命の間っていうのは本当にその扉が開くっていうカード、まさにそんな感じのカードなんですけど、星で見てもね、もう4月に空いてるんですけど、空いてることを自分で実感して確かめている、豊かなものっていうのを肥やしている。これは本当になんかこの瞬間だけの話ではなくて、この5月に何を感じるかによって自分の細胞にその感覚っていうのをこう染み込ませて、その感覚があるからその後もずっと豊かにやっていけるんだよっていう、とっても大事な時期なので、どのようなことでもね、価値を置いてやってみてください。おそらく何か感じられるはずだと思います。特に中旬。そして6月っていうのはものすごく流動的です。動き始めます。4月にちょっとためらっていたことっていうのが、5月はもう安心に変わってるし、6月っていうのはもうじゃあそっちの方向でみたいな感じでもうスポーンといってるっていう感じがあるので、流れ早いですね。ちょっと待ってくださいよ。カードで見るともうこの流れに乗っちゃってるから、自分で必死に漕いでいかなくていいって感じですね。流れてるから。あとはその流れを見ながらちょっとバランスをとってやってる感じでしょうかね。わざと漕いでいくとか無理して動いていくっていうのではなく、もう流れに乗ってるからこそこう状況をよく見てバランスをとって、なんか家族と仕事のバランスとか、さっきの収支のバランスもそうだし、プライベートと仕事のバランスとか、いろんなもののバランスをとってやっていくんだよっていう感じが出ています。そしてなので本当にね、お羊座の皆さんね、超えるなって感じが、もう超えるなって感じがすごくしますので、何を超えるかはご自身で決めてくださいね。でそれからですね、対策のところがワンドの4とマジシャンなので逆位置ですけれども、やっぱり始まるんだと。そして特に6月っていうのは人間関係がとってもいいんですね。人とつながっていく、勉強するのもとてもいいけど、つながっていくコミュニケーションによってものすごくいろんな価値が生まれてくる、付加価値がどんどん増えてくるって感じがあるので、関わっていってください。そしてお羊座の皆さん、突っ走りすぎて気づいたら一人だったってこともあったかもしれませんが、この動きっていうのはものすごく宇宙が応援しているので、決して一人じゃないです。むしろ誰かいるっていう感じ。新しい出会いもそうだし、友達もそうだし、パートナーもそうだし、契約先もそうだし、人にはとても恵まれているので、安心して進んでいってください。そして3ヶ月分のね、トータル何って言った時に、やっぱりこの走ってるっていうカードが出てるので、それだけね、意気揚々と目標に向かってやっていけるんだなっていう感じです。でもしもいや今ちょっと走れない状況でっていう方は、ご自身は走っていないかもしれないんですけど、運勢や状況っていうのは流れているので、その中でうまくバランスとってやっていってくださいね。物理的な運動とか動いてることだけじゃなくても、何かのこう自体は動いていってるっていう感じなので、そこに乗っていく。それには流動的なコミュニケーションも必要だし、こうなんていうかな、しなやかに合わせていくっていうね、感覚も必要だと思います。はい、とっても楽しみ。そして最後、オラクルカードを引かせてください。そうね、なんか自分勝手にいろんなことやってるかなっていうのはあんまりね、この時期は気にしなくてもいいです。6月にちゃんとコミュニケーションとして分かり合えるっていうのもあるし、5月自分がやりきったっていうことが何よりも自分の誇りになるので、お羊座の皆さんのカードね、はい、なんだろう、はい、アニマルトーテムっていうカードが出ています。またね、このカードをじっと見て皆さんなりに感じることがあったらそれもメッセージだと思って受け取っておいてください。これは本当に動物たちや自然の植物やそういったものの力っていうもの、エナジーやパワーっていうものを十分に使えるんだなって思いますし、やはり一人じゃないんだなっていう感じです。こう人間だけじゃなく、自然や動物やさまざまな自然のものが今応援してくれてるし、守ってくれてるんだなって、自分の周りをたくさん守って見守ってくれてるんだなっていう感じがしました。はい、ということで今回ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりました、頑張りますという方はぜひいいねボタンやコメントでその意気込みも教えてください。ということでありがとうございました。いい時間にしていってください。失礼します。